ガラスルーダー乗ってました。前澤友作スーパーカープロジェクトの横溝です。山健です。もう前回の第1弾、ゾンダの反響すごいですね。いやもう予想以上にいろんなコメントをもらって、マニアックなのも多かったですね。で今日はそれを踏まえてもっと深掘りしていきたいと思います。第2弾紹介する車、ブガッティシロンです。社名はブガッティシロン。フランスの伝説のスポーツメーカーブガッティオートモビル社が2016年から全世界500台限定で製造しているスーパーカーです。スペックはダブル16気筒 7993cc1500 馬力クワッドターボエンジンを搭載。名前の由来はかつてブガッティ乗り活躍したレーシングドライバールイ・シロンから取られています。俺はこのシロンもう真のハイパーカーじゃないかなと。このシロンがこの世に登場してきてから400キロを超えたりして、これがハイパーカーだって言われるようになってきてから、各自動車メーカーがさこのシロンに対抗するためにみんなさこう車を出してきた、こうハイパーカーのまさにこう戦国時代みたいになってるから、そうですね。その戦国時代の一番最初のハイパーカーの中のハイパーカーかなというふうに俺思うんだよね。注目はやっぱり1500馬力なんだけど、一般の車と比べてどうなのかな。一般の車がだいたい120、30馬力とか、軽自動車なんか64馬力でなので1500馬力って言ったら、軽自動車20台分以上のパワーを持ってるって想像つかないですよね。そうですね。前回紹介したゾンダも、まああれもハイパーカーですけど、そうです。これはやっぱシロン鈴鹿で04対決した時に圧倒的でしたよね。ちょっとホイールスピードしたけど、それ以上にもうこれの加速が半端じゃない。やっぱりね1500馬力のさあの加速って4駆だしさすごかったよね。すごかったですね。はい、例のごとく、今日もブガッティシロンの注目ポイント3つ、前回結構コメントもらってるからそれをちょっと踏まえて3つを決めたのでご紹介したいと思います。じゃあその1、計算し尽くされたボディデザイン。その2、目には見えない運動性能。その3、なんといっても加速最高速。じゃあ早速デザイン見てみようか。まずここですよね。やっぱブガッティといったらね、伝統的な馬蹄型のデザイン、あとさやっぱヘッドライトのさ、そうですよね。このヘッドライト美しいですよね。美しい造形がね。でまたここが穴開いてるんですよ。しっかりエアをね、空気をここに取り入れてっていうことがそうだよね実はされてるんですよね。いや無駄がないんだよね。ここから入ってフロントのブレーキのダクトの方に入っていくからね。そうですね。あとはこのサイドですよね。このシロンのこの C ラインがさ、これいいよね。そうですね。まさに社名のシロンの C ですよね。でここもしっかりと空気を取り入れる。上のここがエアターボの吸気になってるみたいです。で下がラジエーターに届くんだね。ヒレもそうですよね。やっぱこれでしょ。シロンはタイプ57アトランティックからボディのオマージュとして作ってると。伝説のアトランティックからのオマージュで、そうですね。やっぱりこのデザインはさ、戦前の頃マグネシウムとかアルミでボディができていた時にまだ溶接できる技術がなかったから、こうボルトとかリベットで留めてたから、こういうねこうセンターがこうつままれて、そこで合わさってるようなデザインになってて、それをこのシロンでもねオマージュで生かされてるけど、そうですね。でそのシロンは直進安定性にこれがつながってるっていうことみたいなんで、しっかりデザインが生きてるってことですね。やっぱエンジンが見えてね、って言ってももっと下にちゃんとしたエンジンはあるんですけどね。でまたなんかこの2つに分断されたやつで、乱気流がここで発生して、エンジンを冷やす吸入につながるっていう、ボディ全体もカーボンですからね。いやだからさやっぱボディ剛性がさこの車もものすごいんだよね。すごいですよね。いやだってさこのさダブル16のさエンジンってさ、ものすごいでかいわけじゃん。コーナーで言ったらさ重たいものがこうよじれていくから、これを支えるボディってなかなか難しいと思うんだけど、その強度を保っているこのモノコックといい、やっぱりこのカーボンのボディはすごいよね。すごいですね。じゃあ内装見てみますか。結構コメントでさ内装のメーター系とかをさ、もっと見せてくださいってありましたね。
外のさ、うん、エクステリアのシート、インテリアのこのシート、それですよね。ここのシート、中のシートで、なんといってもやっぱメーターのとこですかね。ステアリングとメーターでしょ。500キロまで切ってあるからね。この12時の針のところがさ250キロだよ、はい、普通の車だったらもうさ行き切ってるさ確かに。でこのステアリングのところにこのモード切り替えのボタンがあってね、エンジンのねスターターがここなんで、ね、エンジンのスタートボタンここっすね。さあこのさボタンとかこのクリック一つ一つがさ、高級感があるんだよ。ありますね。カチカチっていうフィードバックとか、ありますよね。あと、ここに LC ってあります。ローンチコントロールですね。4駆で1500馬力で、でそこでさやっぱ結構4駆だとしても書いちゃうじゃん。これをローンチはさ相当これやばいじゃないですか。相当効くと思うよ。とんでもない加速しそうですね。おい、まあちょっとしたバック入るぐらいですね。そうだね。じゃあこのね、隠し扉、おお、三角板か。三角板ですね。こんなところに入ってるんですね。コメントでさ、そうホーンの音どうなんですかってこれ書いてありましたよね。気になるなと思って、自分も知らないと思って使ったことないですよね。聞いたことない。ならない。これエンジンオンにしなきゃなんないのかな。やりますか。どんな音するんだろう。あ、まあ普通ですかね。フォルクスワーゲングループなんで、何かと共通かもしれないですね。ああ、そっかそっか。420キロがリミッターなんですけど、実は今のこの状態だと380キロリミッターなんですよ。っていうのもね、このブガッティには第2のキーが出た。隠れキー。そう、このスピードキーっていうのがあって、これをここに挿すと420キロに変わるっていう。ちなみにこれがブガッティのキーですね。3.5 億円の車のキーだね。はい。内装と同じ色になってますね。そうだね。今日はこのオーナーでも見たことない、あまり YouTube にも出ていないこの裏側のブガッティを丸裸にしちゃおうと思います。このブガッティっていうのが、認定を受けた人しか触れないという特別なものみたいなので、今回工場をお借りして撮影させていただいているので、上げてもらっちゃいましょうか。はい。じゃあお願いします。っていうかうちらも見たことないからね。そうですよね。どうなってんだろうね。おお。伝わってます。いや、ものすごいフラットなアンダーフロアね。ここが平らであればあるほどやっぱ空力のさ抵抗が少ないから。じゃあ早速行ってみましょう。こことかも一切この飛び出ないように。なんかこれもこのサイズであるとか形っていうのが空気抵抗にならないように、もうなんか航空力学とかで決まった形らしいですよ。一切抵抗を受けない。ちょうどねここがねギアボックスがあるはずだから、ここから空気を入れて、ギアボックスの冷却に入ってると思うんだよね。ここからエアを入れて、これリアのブレーキダクトだね。はい、ここつながってますもんね。つながってるよね。ここがさやっぱ長ければ長いほどやっぱりダウンフォース稼げるから、ここはやっぱり重要ポイントだよね。これチタンみたいです。いやこれチタンでできてるね。チタンで足回り作るなんて、まあ、聞いたことないですからね。相当お金かかってるって。ちょっとこれ隠れたシロンの知る人ぞ知るポイントあるんですよ。大体みんなシロンって後ろから見てマフラーが真ん中に4本出てると、ちょっとここ見てください。実は隠れた2本ってあるんですよ。この隠れ2本か。相当マニアックだけど。はい。じゃあね、ちょっと下を見るとさ、風の流れも見えてくる。見えますよね。だからここからさ、風がまず入って、まあ一旦ここでね、ブレーキ冷やしたり、サイドに逃げるやつあって、真ん中ずっと来て、ギアボックス冷やして、でここからねダウンフォースをね稼ぐと。コメントにもあったんだけど、そのちょっとタイヤの幅はどのくらいなのかとか、サスペンションってどうなってるのかっていうコメントもあったじゃん。だからちょっとその辺をさ見てみましょう。でかいっすね。でかいよね。これもうディスクとさ、またこのキャリパーがでかい。いやこれエロいよ。ダンパーがこれねザックス製ダンパーで、スプリングがアイバッハっていうメーカー。アイバッハついてるんですね。でキャリパーはねこれね実はね AP 製らしい。へえ。
エアーもさ、だからこのサイドから入ったやつそうですねがここにね流れて行きますよね。はい行くわけだ。まあ後ろがさものすごく重たいでしょ。エンジンはものすごいからこのさねじれをさ抑えるためのアンチロールバーとしてこんなに太いのが入ってるんだろうね。っていうかドライブシャフトが太いものすごい太いよ。太いなといや思って。最初これ何かなと思ったんだけどドライブシャフトがものすごいドラシャですよね太い。この外したタイヤですよね。これ見て山県太いメジャー持ってきたんで測っちゃいますか。確かにコメントでもねたくさんいただいてたからね。おいこっち37、38？タイヤサイズははいこちらです。355、25、21、355、それ21インチ。ちょっと引っ張りですね。引っ張りだね。21インチ引っ張りで400キロ以上を支えるタイヤはさ最低でもやっぱりここのレベルにないといけないっていうことだよね。はい。じゃあ山県そろそろ走り行きますか。行きますか。初めて見た時さ車はさ一見この、まあ、芸術的なんだけどすごくマイルドに見えるじゃん。だからその走りに関しては、まあ、あんまり期待してなかったね正直、そうですよね。もうねレールの上を走ってるんじゃないかなっていうぐらい本当に吸い付いていくわけ。もはい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 。はやねこう空飛ぶ車なんじゃないかなっていう乗り味なのよ。じゃあポイント3。はいなんていうか加速ですね。この1500馬力の加速が、はい。いやいやいやこのシュコーってこれシュコーってこれ本当に。ダース・ベイダー乗ってますかみたいな。あとベタ踏みができないです。今のでも2センチぐらいしか本当踏んでないんで、うんそれ以上踏んだらどうなっちゃうんだろうみたいな。そう、でこの1500馬力でクワッドターボ、多分4つついてるってところが、やっぱ普通の車ではまずないなっていう。4ついりますかっていう問題だもんまずね、いやもうそれはもうね車の加速ではないよねっていう。脳みそがさこう吸い込まれるっていうかなんか持ってかれる吸われちゃうみたいなね。すごいんだけど車がしっかりしてるから怖さがはいはいはいないのよ。なるほどそうっすよね。これ乗って、白に乗っていつも思うのが、乗りやすい。乗りやすい。こんな加速とかモンスターエンジンなのに、普通に街中乗れるじゃないですか。真摯に走りたくなるはいはいはい、感じわかる。そうですね。ジェントルマンであれと車からこう言われてるような感じで、モードがこれ今エットーレブガッティモード、ああいう普通のモードなんですけど、いろいろあります。やってみようか。ちょっとはい見ました。アウトバーンモードです。はい。リアウィング上がったかな。そうですね。ハンドリングモードですね。またさらに変わるんですよ。もうなんかステアリング切った時のレスポンスとか、なんか今、重くなった気がしましたね。ああだから多分ねよりさタイヤのグリップ感感じられるように、ステアリングちょっと重くなったんじゃない。ハンドルが軽いよりもちょっと重い方が、そのタイヤがいかに路面に張り付いてるかっていう、なるほど。その打感って言ってね、ステアリングの重さ、その打感が分かりやすくなるから多分そういうモードになる。なるほどなるほど。ダブル16と16気筒を記すこの16ね。いやすごいよ、まあ、特にやっぱりさテールのさこのテールいいっすよね、ライトで入ってるんですよね、いつかローンチ使ってローンチ使ってどんんなターンってね加速見せるのかって、アウトレットを作ってはいはいはいブレーキをさちょっと見えないんだけどこのダンパーの上にアクティブコントロールアクティブサスペンションではいはい常はい動にねこくやつですね、う、はい。はい、すいませんまだまだ自分たちの世界に入っちゃいましたはい、でまだまだ別の車も紹介していきたいと思います、はい、コメントでも皆さんからいただいてたように、ちょっとね公道だけではさやっぱスピード出せないから、今度はサーキットで僕ら全開走行を皆さんにお届けしたいと思ってますので、そちらの方もお楽しみに。はい、で次回のスーパーカーブガッティベイロン、エルメスがプロデュースした世界1台限定のモデル、高級感あるエクステリアとインテリアベイロンだって負けてない1001馬力最高速400キロ超えでこのチャンネルはスーパーカー好きの方とスーパーカーの魅力に気づいた方とみんなで一緒に作っていくチャンネルです。スーパーカーのこんなところ見てみたいとか、
ういうことやってほしいとかいうのがあれば、ぜひぜひコメントで書いていただけると嬉しいです。はい、それでは次回もお楽しみに。